はい、皆さんこんにちは。ヤンビーザチャンネルです。前回の動画では、BSSR の、フロントブレーキを変更した話をしていましたね。で、今回無事、検査が終わって公認が取れました。前回公開した動画ではね、検査の様子を撮影できたら、アップしますみたいなことを言ってたんですけど、検査場に行くと、撮影禁止、スマホ禁止っていう看板がレーンには出てまして、さすがにそれをガン無視して撮影するっていう度胸がなくてですね、動画はありません。禁止って書いてあるところでね、撮影許可くださいなんて言ってみても現場の人困らせるだけですし、いくらでもカメラ回そうと思えば回せるとは思うんですけど、隠し撮りしてまで公開するものではないと思ってますし、動画はなしでご説明できればと思います。でね、今回は、車検証なんですけど、改めの文字が見当たらないんですよね。なんでだろうっていうふうには思っていて、備考欄の方には書かれているんですけど、書類通すときに、私はいつも直接、機構の方に行くんではなくて、郵送で書類を送ってまして、で、不明点とか修正するところがあれば、職員さんが、お電話でご連絡をくださって、で、直接お話しするっていう段取りでやることが多いんですけど、今回、これも気候側で、販売当時の資料がないっていうふうには言われていたんですね。これはヤマハが販売しているバイクなんですかみたいな話になって、当然、ヤマハが販売しているものではないっていうのは、1回目の動画でもご説明した通りなんですけど、デイトナさんが販売してるんですよっていう話と、でも今は、権利関係全部、別のショップさんに譲渡してしまっているので分かるかどうかみたいな会話になって、そういう資料が全く機構側には保存がないっていうことで、その時にも、改造車両として貝をつけるべきか、つけないことになるか、書類をどうするのかも合わせて検討しますっていうふうなことは言われてました。でもしかしたら、日本車じゃなくって、個人であくまで、イギリスから購入した外車扱いみたいに、なるかもしれませんみたいなことは言われてたんですけど、そういうわけのわからん車両扱いで、今回改造の、申請が通っている可能性はあります。でもしくは、今はもう車検証に解がつかないのかなみたいなこともちょっと思ったりはしました。その辺ちょっとわからないですけど、改めの文字はなかったです。で、改造の、公認を取るための検査の流れなんですけど、動画がないので、口頭でお伝えすると、まず継続車検とそれほど手順は変わらないです。基本的に、車検って、4回チャンスがあって、午前に第1ラウンド、第2ラウンド、で午後から、第3ラウンド、第4ラウンドっていうふうに、何回かこう検査の順番があるんですけど、私が、いつも行くのは泉検査登録事務所っていうところの、検査場に行ってます。で、二輪に関しては予約取れるのが第3ラウンドから第4ラウンドが予約ができます。これは検査場によって違うと思います。で、第3ラウンドに予約が取れるってことは、検査に落ちた、例えば口実が、合ってないとかあると思うんですけど、そういう場合には第4ラウンドもうワンチャンスあるっていうことです。で、昔スイフトスポーツ乗ってた時に、車検通しに行ってレーンが2つあるんですけど、車の場合は確か第1レーンだと、落ちる検査が第2レーンだと、ヘッドライトのコールが足りて受かるみたいなのがあるんですけど、当時知らなくって第1レーンに並んで、通らなかったんですよ。で、テスター屋さんに行って、直してもらうというか調整するんですけど、その時に第1レーンやと機械古いから第2レーンに次は並びやって言われたことを今でも覚えてます。で、実際第2レーンやったら普通に通るみたいなところがあって、そんな感じで、レーンによっても相性あったりするんですけど、バイクの場合は2輪だけなんで、第3ラウンドで落ちても第4ラウンドでワンチャンあるよっていう話をしたんですけど、改造の検査もまず、継続車検の列に混じって並ぶので、そこは同じです。で、手順で言うとハンドルロックかかるかどうか、ハイローのライトの切り替えでウインカーが、前後ちゃんとつくかで、ブレーキラン
プが、前後でちゃんとつくかでクラクションになるかをレーンに入る前に全部検査員さんに見てもらいます。でレーンに入ったら、メータースピードメーターですねがちゃんと正しく、計測できてるかどうかっていうのをローラーで測ってで前後のブレーキ、踏んで、ローラーで効くかどうか調べてもらってでライトの後軸確認してで一旦、継続車検だと、そこで終わりなんですけど、ここから改造の場合は、追加でもう1回検査があってでそこまでの一通りの検査が通ったらレーンから1回出てで今度は、新規レーンっていうところに並びます。一番端っこ泉だとに並びます。で、新規のやつは2輪も4輪も、一緒の列、結構いかつい改造車とかの間に入って、待つんですけど順番が来たら、幅と、長さと高さであと前輪だけ体重計みたいなやつに乗せて、前輪の荷重を測ってですね、全部体重計みたいなやつに乗せて、全体の重さを測ってもらってで、改造箇所今だとフロントのブレーキ周りの部分の写真とかを撮ってもらってで、窓口に提出するように職員さんが書類を作ってくれるのでそれを待ちます。で撮影された多分改造箇所の写真がデータになって機構さん側で保管されるんじゃないかなと思います。あとはもう窓口行って書類出してもうひたすら番号呼ばれるのを待つと、本当に今は簡単になったというか、昔は結構その厳しいというか改造イコール悪質みたいな緊張感みたいなのが若干あった気がするんですけど、なんか検査ハンマーっていうちょっとなんかこう棒みたいなやつで、カチ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 こう叩いて、取り付けの不備がないかみたいなのを調べたりとか、いろいろ調べてもらったりしたんですけど今はそういうのをあんまりしない、どんどん簡単になってるかなっていうのが毎回車検を受けるごとに感じる部分ですね。特に改造公認車両にしようっていう部分に関して言うと、違法のままなんかこううまくごまかして乗られるよりはちゃんと公認取ってもらった方がいいよねっていうのも当然あるとは思います。で今回も、マフラーとかウインカーとかも全然変えてないですしフロントもリアのランプライトもそのままなんで、ぶっちゃけそういうなんか印象の良さみたいなのもあると思うんですけどすごくイージーに終わりました。で、今後の、DSSR のカスタムについてなんですけど、フロントフォークを、倒立に変えてリアブレーキをディスクに変えて、終了かなと思ってます。以前ね乗ってた、BSSR の場合は、前後キャストホイールにして、マフラーもね手に入れた時からすでにもうバッフル外れて直感になってたんで、ガスが薄かったんで、三国の TMR キャブとか入れてあとは外装をいろいろ変えて乗ってたんですけど、今回は灯火類のドレスアップとかはあまりなしで、足回りだけ前後ちょっと変えようかなって感じで考えてます。で話は、ブレーキ変更の話に戻るんですけどヤマハ SR の前輪のブレーキの変更って本当に簡単なんですよ。メーカー側がね、2型については変なデチューンしちゃったから、そもそも普通に戻すだけっていう感じなんでね部品さえ手に入れば用意できればほとんどの書類って省略できてしまうから、頭使わなくていいし計算もいらない。でカスタムの難易度でいうと、やっぱり後輪のディスク化ユーザー車検で後輪をディスクブレーキにするよっていうのがやっぱりユーザーカスタムの醍醐味楽しいところかなっていうふうに思います。で、今後、ヤンビーザチャンネルでもしばらく後輪のディスクブレーキ化について前輪ブレーキのおさらいなんかもしながらお話ししていきたいと思ってます。ちなみに、リアブレーキをディスクに変更するのって全くと言っていいほど見合わない。見合わないっていうのは、部品調達のコストだったりとか書類作成の手間だったりとか、それに対しての見返りって、見栄えの良さとメンテナンスが楽になることぐらいなんでマスターとキャリパーにもよるんですけど、下手したらドラムの方がフィーリング良かったり制動能力高かったりするんでねそうしたらなんでするのっていうことなんですけどやっぱカスタム楽しいからですよね。自分だけの1台にしたいからだと思います。で3型以降
の純正部品を、フロントの部分をポンと全部変えてしまって、そのまま、制動力の検討書、強度計算の検討書を省略みたいな感じにしちゃうと楽なんだけど、なかなか後輪をディスク化しようっていう時の理解が進まないというか、ヤマハ SR の2型はありがたいことに前輪ブレーキ交換が練習問題で、後輪のブレーキ交換が応用問題みたいな順番でやると、書類の数値の作り方だったりとか、実際のパーツの選定、要はその車体総重量に対してどういうパーツを使ったらいいのかみたいな、セレクトだったりとか段取りだったりとかっていうのがめっちゃ理解しやすいんですよね。このヤンビーザチャンネルでもまずは前輪ブレーキのおさらいから解説していこうと思ってます。はい、今回はねちょっと予告編だけみたいな感じにもなってしまったんですけど、長い時間ご視聴いただきましてありがとうございました。部品の調達どうなりますやらという感じではあるんですけれども、これから順を追ってね一緒にカスタムをやっていければと思っているので、引き続きご視聴よろしくお願いいたします。はい、ヤンビーザチャンネルです。ちょっと予告編みたいなやつだけになってしまったので、全然関係のない話をおまけでしようかなって思ってます。はい、これ、松栄のグラムスターってやつですね。とにかく軽くてシンプルな形、クラシカルなデザイン、どんな車種、コーディネートにも合う、360度死角のない、万能ヘルメットです。販売直後すごい品薄で人気でしたね。このグラムスターがいいよねっていうのはみんなよく知ってることなんで、そういうわけではなくて、これヘルメット脱いだらやっぱどうすんのっていうところで、ライダーの皆さんついて回るよね。手に持つしかないんですけど、ちょっと買い物とかするときにこれ邪魔だったりするじゃないですか。よく、こんな形で持ったりするわけなんですけど、買い物するときとかにちょっと不便じゃないですか。で、僕はこれを使っています。エコバッグなんですけど、ボール&チェーンっていうブランドで、多分4、5千円ぐらいで買えるエコバッグです。これ L サイズってやつなんですけど、これが結構容量大きくて、フルフェイスのヘルメットがそのまま入っちゃうサイズ感ですごく便利です。こんな感じですね。エコバッグなんで軽くて畳んじゃうとそこそこちっちゃくなるわけですよ。ポケットに収めるのは無理なんだけど、サイドバッグとかベルトポーチぐらいになったら全然くちゃくちゃに畳んで入れて入ります。こんな感じで持ったりできるんで、ちょっとまだ余裕がある感じなのが、好き嫌いあるかとは思うんですけど、グローブとかスマホとか財布とか、放り込んだり全然できちゃう。でバックパックとかでヘルメット入れてしまうと、やっぱバイク降りたらちょっとダサいじゃないですか。でボール&チェーンの L サイズのエコバッグ、ヘルメットバッグとしておすすめです。おまけ動画でした。